今回も液タグを用いたウォーキングを楽しんできました。東京駅から千葉駅までの総武快速線と総武線の駅を液タグを取りながら歩いてみました。日頃よく使う路線なので風景を楽しみながら向かっています。約 49.8km の行程となります。では本編をどうぞ。早速東京駅に着きました。今回は東京駅の京葉線ホームから東京駅の丸の内の駅舎の方に向かって歩いていきます。では早速丸の内南口の方から入っていきます。東京駅の駅スタンプは丸の内の南口改札のところにあります。案外見つけられないんで、ちょっと周りをぐるっと見て、見つけることになると思います。今回は3回目なのですぐ見つけられました。では東京駅のスタンプをゲットします。駅タグは違う日であればもう一度同じ駅でスタンプを取ることができます。最初のうちはそれがわからなかったんで、1回取った駅のやつは取れないもんだと思ってあえて外してましたけれども、やっぱりその日のうちに駅をスタンプ取るっていうのがいいですよね。早速中央線の高架下を歩いていきます。そのうち日本一の高さを誇る東京トーチの脇を通っていきます。総武快速線なので最初の駅は新日本橋駅になります。新日本橋駅に着きました。スタンプ台はすぐ発見できましたが、駅のホームはかなり地下ですよね。スタンプはすぐ地下1階のところにあったので簡単に取れました。おっと、ここはまた8番出口のような雰囲気を漂わせていますが、ちゃんと出口はあります。はい、出ることができました。次は馬喰町駅に向かいます。馬喰町駅も地下なのでどこが入り口なのかよくわからず GPS に頼りながら進んでいきました。馬喰町駅のスタンプをゲットしました。馬喰町駅を過ぎたところで GPS を見ていたら浅草橋駅が近くにあるので、浅草橋駅のスタンプを取りに行くことにしました。途中屋形船が並ぶ川を渡っていきます。屋形船って1回しか乗ったことないんですけれど楽しいですよね。浅草橋駅に着きました。でもなんかスタンプ台があるところが見当たりません。3周ほど浅草橋駅を回ってみたところ、橋の方に別の出口がありました。都営浅草線と乗り換え駅になってる側の改札口の方に向かうと、駅タグがあるらしいんですけどなかなか見つけられません。そしたら壁にちょこんと貼ってありました。浅草橋駅の駅タグをゲットしました。ちょっと今回はなんか反応が悪くて、何回もちょっと触れたりしてたらゲットすることができました。では次の駅に向かいます。両国駅に向かうにはちょっと遠回りして橋を渡る必要がありました。
両国駅に着きました。両国駅には力士の像がいくつか飾ってありますが、スタンプ台をまずどこかと見ていたら、改札の目の前にありましたね。両国駅の駅タグスタンプをゲットしました。次は総武快速線の地上の出口がある錦糸町駅に向かいます。案外ちょっと離れてたので、公園の方を見てみるとスカイツリーが綺麗に見えます。この辺スカイツリーが近くなので、写真スポットとなりそうなところが結構ありますね。歩いていて楽しいです。錦糸町駅に着きました。錦糸町駅の駅タグスタンプをゲットしましたと思ったんですけれども、なかなかやっぱり反応しなかったので、何回かチャレンジしています。では歩いて次の駅に向かいます。次は亀戸駅ですね。亀戸駅の途中には貨物船ですね、越中島貨物船の通る高架の下を渡って進みます。亀戸駅に着きました。亀戸駅のスタンプは駅員さんがいるガラスのところに貼られていました。亀戸駅の駅タグをゲットしました。なかなか出てきませんね、ここでも。でゲットしたので先に進みます。亀戸駅から次の駅に向かうところには広い公園があったので、そこを突っ切るようにして、次の駅に向かいます。江東新橋を渡って平井駅の方に向かいます。ここの平井駅の近くにはあれですね、神津桜とかがよく咲いているところがあったので、結構撮影スポットとしても楽しいところです。平井駅に到着しました。平井駅のスタンプも駅員さんのいるガラスのところに貼られていました。ここでもスタンプをゲットします。でもやっぱりここでも反応が悪くて、スタンプが表示されるまで時間かかりました。平井駅を過ぎて江戸川を渡っていきます。結構長かったですね。新小岩駅に着きました。こちらも駅員さんのいるところのガラスに貼られていました。今回の総武線の歩いていると、やはり反応が悪くて表示されるまで時間がかかりました。ちょっとあれですね、休憩をしながら進んでいます。前回臨海線で大崎駅から新木場駅まで歩いた時にちょっと熱中症になってしまったので、熱中症対策と、あとはこまめな休憩を取るということを心がけて歩いています。皆さんも熱中症対策はして歩いた方がいいと思いますので、熱中症には気をつけましょう。小岩駅に到着しました。小岩駅の駅タグスタンプをゲットしました。
やはりここでも、ここからはあれですね、すぐスタンプが表示されるようになりましたので、なんとかなりました。市川駅に向かって進んでいきます。市川駅に到着しました。市川駅のスタンプをゲットしました。ここら辺に来ると似たようなウォーキングをしてる人を見かけることができました。ちょっとあれですかね、100キロウォーキングが近いのでその準備をしてる人ですかね。元八幡駅に着きました。元八幡駅のスタンプがちょっとなかなか見つけられなかったので、歩いていたらなんかちっちゃな台のところにありました。元八幡駅のスタンプをゲットします。再チャレンジです。元八幡駅のスタンプをゲットしました。元八幡駅から下総中山駅に向かって歩きます。なかなか下総中山駅で降りるってことがないので、どんな駅かを楽しみに思いながら歩いています。下総中山駅のスタンプをゲットしました。下総中山駅は反応がよく、すぐスタンプをゲットできました。下総中山駅を過ぎて次の駅に向かって歩いていきます。ここはちょっと100キロウォーキングの練習のために歩いていたルートになるので、なんか懐かしい思いをしながら歩いています。次の駅は西船橋駅になります。東西線の高架の下を渡っていきます。西船橋駅に到着しました。西船橋駅は結構賑やかですね。ただスタンプのある場所はなかなか見つけられませんでした。こんな鉄板の柱のところに貼られていました。これタグとかいうのは結構鉄板に貼られてると反応が悪いので、ちょっとここでもスタンプをゲットするのに時間がかかっています。なかなか取れないですね。チャレンジしたところなんとか取ることができました。コンビニ途中寄りながらさらに歩きを進めていきます。船橋駅に到着しました。船橋駅は、スタンプが目の前にあったのと、ガラス張りのところに貼られてたので結構反応よく試食することができました。船橋駅のスタンプをゲットしました。船橋駅の近くにホールがあるんですけれども、そこのホールの脇を通って次の駅に向かいます。途中船橋大神宮の脇を通って進んでいきます。ちょっとここのところは風が強かったので多分聞き取りづらいかなと思っています。津田沼駅に向かって歩いていきます。 GPS を見ていると道路はなかったんですけども、よく人の動きを見ていると線路際に細い道があったので、そこを一緒に歩いていきました。津田沼駅に到着しました。津田沼駅のスタンプをゲットしました。津田沼駅を出て幕張本郷駅に向かって歩いていきます。
ちょうど昼過ぎになってきたので、結構暑さが強くなってきました。京成線を渡って進んでいきます。幕張本郷駅の近くの跨線橋を渡ることができませんでした。代わりに普段は通れないところに仮設通路ができてたので、幕張本郷駅に着くことができました。幕張本郷駅のかわいいあれですね、駅タグのスタンプを飾ってあるところから駅タグスタンプをゲットします。ここでも少し休憩をしながら進んでいきます。幕張本郷駅の近くに幕張車両センターがあるので、そこを脇に見ながら進んでいきます。ここら辺も風が強いですね。幕張車両センターの線路の脇は綺麗な花が結構飾られていますね。JR と京成線をまたぐ踏切を通っていきます。ここは車が通ることができないので、歩行者と自転車だけが通れるというような踏切になっています。ちょうど京成線が来ました。なのでしばらく京成線が通り過ぎるのを待って進んでいきます。この踏切の近くには京成幕張駅があります。ちょっと京成幕張駅と JR の幕張駅は離れているので、さらに進んで幕張駅に到着しました。ここではちょっと反応が鈍かったので、いろいろチャレンジしてなんとかスタンプをゲットすることができました。幕張駅を過ぎて、次は新県民川駅に向かいます。新県民川駅と聞くと、新とつくので京葉線沿いかと思うんですが、これは総武線の駅になります。新県民川駅のスタンプをゲットしました。新県民川駅を出てちょっと疲れたので、コンビニで休憩してから次の稲毛駅に向かいます。こまめに休憩することが大事です。稲毛駅に到着しました。稲毛駅のスタンプをゲットしました。駅スタンプに書いてあるこの民間航空の発祥の地の公園はどちらかというと稲毛海岸駅の近くにあります。さて、千葉駅に到着しました。で、千葉駅のスタンプをゲットしました。約 49.8km だった東京駅から千葉駅のウォーキングが完了しました。では、東京駅から千葉駅までのウォーキングのルートを振り返ってみましょう。東京駅から、自宅のある千葉港駅までのウォーキングっていうのは結構何回かしたんですけれども、今回駅タグを使ってウォーキングをするということを試みてみました。駅タグを使ってウォーキングをすると、各駅が近い距離にあるので、だいたい20分から30分ぐらいおきに駅タグスタンプを押せるというので、ゴールに向かって進んでいくのにあたってちっちゃなゴールがあるので、案外楽しみながら進めることができます。なので楽しく歩くことができました。
今回ウォーキングをするのにあたってナビタイムのトータルナビで音声案内を有効にしながらイヤホンをつけながら歩いてみました。そのトータルナビを使って道案内をさせながら歩いていくと結構正確な場所で歩道橋を渡りましょうとか右に曲がりますとか、まるであれですね、カーナビのように使って歩いていくことができるんで、道に迷わずに進むことができます。ただちょっと残念なことに細い道ですね、そういうところはルートとして案内されないので、案外駅の近くに行くと皆さん歩いてる人たちが細い道に入っていくようなところはルートに表示されませんと。なので今回もいくつかあったんですけれども、ちょっと遠回りになるようなルートで進むこともありました。でもあれですね、歩くのに使えるので、ぜひナビタイムと一緒に使って歩いてみたら面白いかと思います。今回は行きタグを使って東京駅から千葉駅まで歩きましたが、次回はまた別のルートで楽しんでみたいと思います。楽しんでいただけましたら、いいねとチャンネル登録のしていただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。